アルカトラズ連邦刑務所。それはアメリカ・サンフランシスコ湾に浮かぶアルカトラズ島に建てられた最高レベルのセキュリティを備えた刑務所で、別名ザ・ロックとも呼ばれる。かつて収監された多くの受刑者が脱獄を試みたが、無事に海を越え脱獄に成功した者はいなかった。そんな中、脱獄を成功させた受刑者たちが存在したというのだ。一体彼らはどのような人物だったのだろうか。皆さんこんにちは。インシデントへようこそ。今回はアメリカ・サンフランシスコ湾に浮かぶ絶対脱獄不可能とされていたアルカトラズ刑務所から脱獄することに成功したとされる受刑者たちについて紹介していきたいと思います。彼らは一体どのようにしてこの刑務所からの脱獄を成し遂げたのでしょうか。では早速気になる詳細を見ていきましょう。第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の1934年、アメリカ連邦政府によって最高レベルのセキュリティを備えたアルカトラズ刑務所が建設されることとなった。島は一番近くのサンフランシスコの町からでも 2.4 キロほど離れており、この刑務所は当時の人々にザ・ロックと名付けられた。29年の警備期間の中で受刑者33名が脱獄を試みてきたが、一度もセキュリティをくぐり抜け、海を越えた者はいなかったため、評判もとても良かった。そんな中、後々世間を騒がせることになる男たちが、このアルカトラズ刑務所からの脱獄を試みたのだ。それでは、脱獄を実行した受刑者を紹介していこう。一人目はフランク・モリス。彼は1926年9月1日、ワシントン DC に生まれた。小さい頃に両親に捨てられたため、幼少期の大部分は養子として育てられた。10代になると多くの窃盗や強盗を起こすようになり、刑務所と外の世界を行き来していた。そんな彼だったが、実は IQ が133もあったと言われており、これは人類の上位 2% ほどだと言われている。この頭脳を使い、彼はアルカトラズ刑務所の脱獄計画に大いに貢献したと考えられる。脱獄時の年齢は30代半ばであった。2人目3人目はジョン・アングリンとクラレンス・アングリン兄弟である。ジョンは1930年5月2日、クラレンスは1931年5月11日に生まれ、若い頃は2人とも農夫兼労働者として働いていた。しかし、モリスと同様、彼らも強盗などを繰り返しており、1958年、兄弟はアラバマ州コロンビアの銀行を襲い、二人とも15年から20年の判決を受け、フロリダ州刑務所、リーブンワース連邦刑務所、アトランタ刑務所で服役し、最終的に、ジョンは1960年10月24日、クラレンスは1961年1月10日にアルカトラズへと移送されることとなった。脱獄時の年齢は2人とも30代前半であった。4人目はアレン・ウェスト。1929年3月25日に生まれ、若い頃からモリスやアングリン兄弟のように窃盗を繰り返しており、アトランタ刑務所、フロリダ州刑務所を経てアルカトラズへと送られた。脱獄時の年齢は33歳であった。こうして脱獄を実行するメンバー全員が揃い、1961年12月、ボウが隣接していた彼らは脱獄計画を立て始めることとなった。数ヶ月にわたり刑務所の敷地内で見つけたノコギリの刃、食堂から盗んだ金属のスプーン、真空掃除機のモーターから作った即席の電動ドリルを使い、彼らは自分たちの部屋の換気ダクトを広げていき、穴を掘っていった。また彼らは脱獄したことが気づかれるまでの時間を稼ぐために、石鹸、歯磨き粉、トイレットペーパーなどを使い、ダミーの頭部も作っていた。そして1962年6月11日の夜、ついに彼らは脱獄を実行に移した。まず、あらかじめ広げていた換気ダクトから裏道へと進んでいき、屋上へと登っていった。しかし、この時一緒にいたのは、モリスとアングリン兄弟の3人だけであった。
ウエストは換気ダクトを抜けることができなかったのだ。そのため彼らはやむを得ずウエストを置いていくことにした。さらに脱獄の際、看守たちにダクトを抜ける時の大きな音を聞かれてしまっていた。だがそれ以外の音は何も聞こえなかったため、後に詳しく調べられることはなく事なきを得た。その後、彼らは 4.5 メートルある有刺鉄線のフェンスを越え、島の北側の岸に向かって進んでいった。岸に到着すると、レインコートの素材で作った救命胴衣と自作のイカダを使い海を渡っていった。こうして3人の男たちは闇の中へと消えていったのだ。脱獄に気づいたのは彼らが島を抜け出して数時間経った1962年6月12日の朝だった。なぜ看守は数時間も脱獄したことに気づかなかったのだろうか。その原因は男たちが時間稼ぎのために作っていたダミーの頭部にあった。そのためウエストが脱獄できなかったということを除けば、彼らの脱獄は成功したと言えるだろう。それから10日間に及ぶ大規模な陸、海、空の捜査が多くの軍事及び法執行機関によって行われることとなった。6月14日には沿岸警備隊によってサンフランシスコ湾に浮かぶエンジェル島南岸の沖合で男たちがイカダで海を渡る際に使ったとされるパドルが発見された。その後、イカダの残骸だと思われるレインコート素材の断片が発見されたり、彼らが使ったであろう空気の抜けた救命胴衣なども発見されたが、逃げた行方がわかる決定的な手がかりなどは見つからなかった。そのため彼らは完璧に逃げ切ったとも思われた。しかし脱獄が行われた6月のサンフランシスコ湾の水温は約10度ととても低く、波も決して弱くないことから、自作のイカダで海を渡りきり生き延びた可能性は低いと FBI は推測した。亡くなったと思われていた彼らであったが、脱獄以来数々の目撃情報や奇妙なことが起こっていた。一つ目はアングリン兄弟の脱獄後、彼ら兄弟の母親宛てに時々誰からかバラが送られてきていたことである。一緒に添えてあったカードにはしっかりと脱獄後の日付が記載されていた。二つ目はアングリン家の人々が身内が亡くなり葬式を行うときにいつも怪しげな女性2人を目撃していたことである。特徴としては化粧は濃く、顔はベールで隠されていたという。もしかすると怪しげな女性たちはアングリン兄弟だったのかもしれない。それから時が経ち、2015年、あるドキュメンタリー番組で1枚の写真が公開された。そこにはジョンとクラレンスによく似た2人の男が写っており、場所はブラジルであった。写真を送ってきたのはジョンとクラレンスの幼少期の友人で、彼がブラジルに旅行に行った際、偶然2人と鉢合わせ、その時に撮ったものだという。番組は写真に写っている人物がアングリン兄弟であると結論付けたが、今現在も彼らを発見するには至っていない。しかし近年、サンフランシスコ警察に送られてきた一通の手紙によって事件は新たな展開を見せることとなった。手紙は脱獄をした中の一人、ジョン・アングリンによって書かれたもので、その中で彼はこう語っている。モリスは2008年、クラレンスは2011年に死亡した。私は現在、癌を患っている。もしこのことについてテレビで報道してくれたら、1年間刑務所で過ごすことを約束する。だからその後は治療を受けさせてほしい、と。彼は未だ公の場に現れていないが、いずれ公の場に姿を現すのだろうか。真相は謎のままである。